皆さん、こんにちは。日本語教師のしょうこです。今回の動画では JLPT の N5 の文法を学んでいきます。まず、文法の意味と接続方法を学んでから例文を読んでいきます。例文は3回読みます。まず1回目は例文を私が読みます。2回目に私が読んだ後に皆さんが読んでください。3回目はシャドーイングです。私が読んでいるときに一緒に読んでいきましょう。それではまず一つ目の文法です。後で。意味は何々してから after の意味があります。接続方法は verb 動詞に後で now 名詞の後でです。それでは例文を読んでいきます。図書館で宿題をした後で帰ります。2回目です。図書館で宿題をした後で帰ります。3回目、シャドーイングです。図書館で宿題をした後で帰ります。例文2つ目。今から少し練習した後で前で発表してもらいます。2回目です。今から少し練習した後で前で発表してもらいます。3回目です。今から少し練習した後で前で発表してもらいます。例文3。電車に乗った後で学校に忘れ物をしたことに気がつきました。2回目です。電車に乗った後で学校に忘れ物をしたことに気がつきました。3回目、シャドーイングです。電車に乗った後で学校に忘れ物をしたことに気がつきました。例文4。アニメを見た後でお風呂に入ります。2回目です。アニメを見た後でお風呂に入ります。3回目、シャドーイングです。アニメを見た後でお風呂に入ります。例文5。スマホで写真を撮った後で少し色を変えたりサイズを変えたりします。2回目です。スマホで写真を撮った後で少し色を変えたりサイズを変えたりします。3回目、シャドーイングです。スマホで写真を撮った後で
少し色を変えたり、サイズを変えたりします。次の例文は名詞に後でをつけたものです。例文1、授業の後でカラオケ行かない？ 2 回目です。授業の後でカラオケ行かない？3回目、シャドーイングです。授業の後でカラオケ行かない？例文2、ご飯の後でシャワーを浴びます。2回目です。ご飯の後でシャワーを浴びます。3回目、シャドーイングです。ご飯の後でシャワーを浴びます。例文3、仕事の後で飲みに行きませんか？ 2 回目です。仕事の後で飲みに行きませんか？3回目、シャドーイングです。仕事の後で飲みに行きませんか？例文4、映画の後でちょっとカフェでもどう？ 2 回目です。映画の後でちょっとカフェでもどう？3回目、シャドーイングです。映画の後でちょっとカフェでもどう？例文5、飲み会の後で同僚とラーメン屋に行った。2回目です。飲み会の後で同僚とラーメン屋に行った。3回目、シャドーイングです。飲み会の後で同僚とラーメン屋に行った。2つ目の文法です。あまり、ない。意味は not very です。接続方法はあまりプラス verb。あまりプラスい adjective。あまりプラスな adjective。必ずネガティブフォーム、否定形と接続してください。それでは例文を読んでいきます。例文1、あまり Facebook は使いません。2回目です。あまり Facebook は使いません。3回目、シャドーイングです。あまり Facebook は使いません。例文2、すみません。あまりテレビは見ないので、その話はわかりません。2回目です。すみません。あまりテレビは見ないので、その話はわかりません。3回目、シャドーイングです。すみません。あまりテレビは見ないので、その話はわかりません。例文3、ホラー映画は苦手ですから、あまり見ません。
2回目です。ホラー映画は苦手ですからあまり見ません。3回目、シャドーイングです。ホラー映画は苦手ですからあまり見ません。例文4。昨日はあまり勉強しませんでした。2回目です。昨日はあまり勉強しませんでした。3回目、シャドーイングです。昨日はあまり勉強しませんでした。例文5。休みの日はあまり外に出ません。2回目です。休みの日はあまり外に出ません。3回目、シャドーイングです。休みの日はあまり外に出ません。次の例文は、アジェクティブに接続する方法です。例文1。この映画はあまり面白くないです。2回目です。この映画はあまり面白くないです。3回目、シャドーイングです。この映画はあまり面白くないです。例文2。ここの料理はあまり美味しくないですが、とても安いです。2回目です。ここの料理はあまり美味しくないですが、とても安いです。3回目、シャドーイングです。ここの料理はあまり美味しくないですが、とても安いです。例文3。ひらがなはあまり難しくないですが、カタカナは難しいです。2回目です。ひらがなはあまり難しくないですが、カタカナは難しいです。3回目、シャドーイングです。ひらがなはあまり難しくないですが、カタカナは難しいです。例文4。テストはどうでしたか？あまり良くなかったです。2回目です。テストはどうでしたか？あまり良くなかったです。3回目、シャドーイングです。テストはどうでしたか？あまり良くなかったです。次は、アジェクティブに接続する方法の例文です。例文1。私の国の電車はあまり便利じゃありません。2回目です。私の国の電車はあまり便利じゃありません。3回目、シャドーイングです。私の国の電車はあまり便利じゃありません。例文2。お酒は
あまり好きじゃありません。2回目です。お酒はあまり好きじゃありません。3回目、シャドーイングです。お酒はあまり好きじゃありません。例文3、この辺りはあまり静かじゃありませんね。2回目です。この辺りはあまり静かじゃありませんね。3回目、シャドーイングです。この辺りはあまり静かじゃありませんね。例文4、日本語があまり上手じゃありませんから、英語で話してもいいですか？ 2 回目です。日本語があまり上手じゃありませんから、英語で話してもいいですか？3回目、シャドーイングです。日本語があまり上手じゃありませんから、英語で話してもいいですか？文法3つ目です。が1番。意味は the best。すべての中で1番という意味です。接続方法は noun 名詞プラスが1番です。例文です。例文1、日本料理ですき焼きが一番好きです。2回目です。日本料理ですき焼きが一番好きです。3回目、シャドーイングです。日本料理ですき焼きが一番好きです。例文2、映画の中でコメディが一番好きです。2回目です。映画の中でコメディが一番好きです。3回目、シャドーイングです。映画の中でコメディが一番好きです。例文3、この学校でトムさんが一番背が高いです。2回目です。この学校でトムさんが一番背が高いです。3回目、シャドーイングです。この学校でトムさんが一番背が高いです。例文4、この教室でジェシカさんが一番頭がいいです。2回目です。この教室でジェシカさんが一番頭がいいです。3回目、シャドーイングです。この教室でジェシカさんが一番頭がいいです。例文5、音楽でロックが一番好きです。2回目です。音楽でロックが
一番好きです。3回目、シャドーイングです。音楽でロックが一番好きです。例文6。1年で夏が一番暑いです。2回目です。1年で夏が一番暑いです。3回目、シャドーイングです。1年で夏が一番暑いです。例文7。兄弟で誰が一番背が高いですか？ 2 回目です。兄弟で誰が一番背が高いですか？3回目、シャドーイングです。兄弟で誰が一番背が高いですか？例文8。ジョンさんの国でどこが一番きれいですか？ 2 回目です。ジョンさんの国でどこが一番きれいですか？3回目、シャドーイングです。ジョンさんの国でどこが一番きれいですか？例文8。ジェームスさんの国でいつが一番寒いですか？ 2 回目です。ジェームスさんの国でいつが一番寒いですか？3回目、シャドーイングです。ジェームスさんの国でいつが一番寒いですか？今回は N5 の文法、後で、あまり、ない、が1番を勉強しました。次の動画でも N5 の文法を学んでいきましょう。今日も見てくれてありがとうございます。また一緒に日本語の勉強をしましょう。